目指せ世界一。はい、どうも、あきです。もうすぐクリスマスということで、今日はそれ仕様のボンボンショコラ作っていきます。クリスマスといえば、赤と緑と白、赤はいちごで、緑はピスタチオで、白は知らん。ほな行こうか。まずこれに白振ってきます。で、今日使う方はこれフランク・ハースヌートっていう2011年にチョコレート世界一に輝いた人の、モデルの方、エアジョーダンみたいなもん。まず白、雪のイメージね。雪のイメージで筆に白つけて、それでピッ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 ピーって、あんまりやりすぎると大雪みたいになる。粉雪のイメージで。ほんで同じ要領で次緑振っていくで、これも同じ要領、細かくピッピッピーって。やばい、筆折れそうや。やばいわ、買わなあかん。これ100均で買うた筆やからあんまり持てへん。飛ばすエフェクト結構手軽におしゃれに見えるからおすすめ。はい、今こんな感じで、周りに飛び散っとるからこれを固まらんうちにペーパーで拭いてあげる。もしもう固まってもうて取れへんかったらこれで削る。こんな感じやわ。今これ割とすぐ固まると思うから、次ピストレはスプレーのことね。この赤にゴールド混ぜてピストレするで。この2つ混ぜると大人っぽい赤になる。ほんで別で下地も打たんでええし、一石二鳥っつうことで、もうカップの中で混ぜたって、ほいでピストレ。あんまり1回で厚塗りしようとせん方がええね。こうどうしても剥がれの原因になるから、薄く塗っては乾かしてっていうか、固めて、薄く塗っては固めて、塗っては固めてっていうのを繰り返して色を濃くしていくね。メリークリスマスって感じね。これしっかり固まるまで1日置いときます。はい、ほんじゃテンパリング取るね。これ溶かしたチョコレート、今日はビターチョコ 300g ぐらい。溶かし方は電子レンジで30秒ずつぐらいかけては混ぜかけては混ぜを繰り返してちょっとずつ溶かしていく。でないと焦げるから。これフィルム貼ります。テンパリング、この石のテーブルなくても鍋とかありゃできるから、詳しくは過去動画見てほしい。3分の2ぐらい流して、で冷ましていく。チョコによって温度若干違うんやけど、これやったら27まで下げて30に入れ使うっていう感じ。でこのフィルムはまた後で使うからそのまま置いといて、これであったかい残しといたチョコレートと合わせて32度ぐらいになってたら OK。 下げすぎてたら5秒ぐらいずつ電子レンジかける。ジャスト32度。これ肩ももうしっかり色固まってるから、
そしたらちょっと浮かしてしばらく置いておく。でまた後で使うから薄く伸ばして置いておく。こっちの方ちょっと固まり始めてるから完全に固まりきらんうちにしっかり削っといた方が綺麗に仕上がる。これでシェルは完成。ほんなら中身いこうか。中身はまずいちごのジュレやね。ほんでまあクリスマスっちゃいちごやけど、実はこの時期いちご全然旬じゃなくて高いから今日はピューレ使う。ほんまはねいちごの旬って2月3月やからね。ほんで水ちょっとピューレだけやと味強すぎるからで、これ凍ってるから電子レンジでちょっと溶かしとく。ほんでこっちのボウルの方にはまずグラニュー糖、ほんでこれ初登場トレハロースってやつ。トレハロース基本的にはあんま使えへんねんけど、甘くはしたくないけど糖度を上げなあかん時にちょっとだけ使ったりする。ほんでペクチン、いちごだけやとちょっと固まる力弱いからペクチンで補ってあげる。でこれでよく混ぜとく。これしといたらペクチンがダマにならずに済むからしっかり混ぜといた方がいい。ほんで溶かしといたいちごピューレと水にでこれでまた電子レンジで沸かす。まあ、この量やったら600ワットで30秒ぐらいかけりゃ十分沸くはずで、これで、30度ぐらいに冷蔵庫で冷ましておく。でこれ今30度ぐらいに冷めた状態、これぐらいのとろみで絞っといて、でしっかり冷やしたらちゃんと固まるっていうレシピになってる。絞りで 3g ずつ絞っていくね。でこの状態でしばらく常温に置いて固めておく。ほんなら次ピスタチオのプラリネ作っていくで。プラリネっていうのは、ナッツをキャラメリゼしてペーストにしたもので、まあいろんなプラリネがある。まあアーモンドが一番ベタ、ヘーゼルナッツとかでピスタチオももちろん。ピスタチオ一番上等なのはイタリアのブロンテっていうところのやつが一番最高級とされてて、でもまあ2年に1回しか取られへんしめちゃくちゃ希少価値が高いで、なんと、今日使うやつこれはアメリカ産でもクオリティはいいやつ、ちゃんといいやつ。これまずお鍋に入れます。でこれ今からキャラメリゼしていくんで、これの半量のグラニュー糖、これで火にかけていく。ほんで実はこのピスタチオもうローストできてあるやつやから強火でさっとキャラメリゼだけするって感じ。もうこれぐらいキャラメルになってれば OK。 シートの上に開ける。これで冷めるまでちょっと置いとく。ほんで冷めて固まったらフープロにかける。でこうやって途中へばりついてるやつを落としてあげて、でまた回す。そうするとごまみたいに徐々に油が出てきてちょっとずつねペーストになっていくから、こうやってプラリネは作ってる。はい、ずっと続けてたらこういうペーストになるから、今からミルクチョコとカカオバターに混ぜる。これで電子レンジでちょっとずつ溶かしていく。はい、溶けてこんな感じ。これも30度ぐらいに冷めたらさっきのやつに絞っていく。ほんで型の縁ちょい下まで絞る。
そしたらこれで固まるまで1日置いときます。はい、翌日固まったね。でここから最後蓋していくからね。ほんで蓋する前にまずちょっとドライヤーで炙る。ドライヤーで炙るんはこの後で流すチョコがすぐに固まれへんようにするためと、プラリネとチョコレートの接着を良くするため。もうほんまに軽くね。若干色変わるぐらい。これテンパリング取ったチョコを端っこにちょっとだけ流して、でシールしていく。そしたらこれで固まるまで置いといて最後外していくから。はい、固まったね。ほんなら外していこうか。はい、外れたね。全部きれいに。きれいやね、やっぱり。はい、ちゅうわけでいただきます。1個切ってみようか。よっ、この上のジュレがとろっとしてても見るからに美味しそうやねこれ。じゃいただきます。あ、うん、間違いない。めっちゃうまい。完全に豆知識なんやけど、いちごの香りの中にキャラメルと同じ香りの成分が入ってるねんな。やからこのいちごとキャラメルの相性もいいし、でもちろんキャラメルとピスタチオの相性もいいから、もうこれはね、もう鉄板の組み合わせ。はい、というわけでクリスマスのボンボンでした。良い夜を。